こんにちは、岡祐介です。今回なんですけど、シネマティックな Vlog の作り方を皆さんにご説明できたらなと思っていて、実際に作る前の段階から音源とか構成、編集、どういった感じで、イメージしてるのかっていうのを編集画面をね、使いながら皆さんにご説明できたらなと思っております。はい、ちょっとね、最近ね、プレミアプロのチュートリアルかなり減っていまして、お仕事だったりとかね、いろんな Vlog とかそういった制作の方がね、多くなってしまって、チュートリアルちょっとおろそかになってたんですけど、今回は、皆さんにしっかりと動画をね、お勧めできたらなと思っております。はい、そんな感じで、まずそもそもね、Vlog とは何かっていう話からなんですけど、簡潔に言いますと、以前ね、ブログっていうものが流行っていて、それは文章で表現するものだったんですね。でも Vlog っていうものは、ブログとビデオを組み合わせて Vlog っていう名前になったんですけど、本当ブログと一緒で Vlog っていうものもジャンル問わず動画で表現すれば全て Vlog っていうカテゴリーに入っているので、正直定義とか本当幅広くて、シネマティックなものもあれば、自分の顔を映さない Vlog もあれば、声を出さない Vlog とか本当に幅広くあるんですけど、それはねまた後日皆さんにご説明して、自分がどんな Vlog に合ってるのかっていうものを定めていただければなと思っております。はい、今回ね、僕の場合は、かっこいい B ロールが冒頭に入って、間に僕が喋るシーンが入って、また B ロールっていう、シネマティックな Vlog って自分では言ってるんですけど、今回はそれについてね、具体的にご説明できたらなと思っております。はい。僕のね、この、Vlog のスタイルは、それこそピーター・マッキンノンさんとか、サム・コールラさんとか、海外のね、有名なクリエイターさんが実際にやっている Vlog でして、僕もね、それを真似してって言ったらあれですけど、参考にして、シネマティックな Vlog を作っております。で、まず制作する前からなんですけど、何をイメージしてるかって言われたら、正直何もイメージしてません。Vlog の良さってのは、やっぱりリアルで自分が楽しんで、それをそのまま動画に表現することだと思ってるので、もちろんお仕事でやらせていただく場合は構成とかしっかり練ってからやるんですけど、今回ねお見せする韓国の Vlog とかは実際に僕が旅して、それを、流れに順次でね時系列ごとに撮影してつなげてるだけなので、事前に考えてることはもうほとんどないですね。本当に旅してるところを、自分のパーソナルな部分を映しつつ表現したいっていうのがまず一つの、事前に考えてる、構成となっております。で、次に音源ですね。で、音源って事前に決めてるものだったりとか、撮影した後に決めるものだったり、いろんなパターンがあるんですけど、僕の場合は撮影した後に音楽を選定する場合が多いです。もちろん音楽を先行して決めれば、音楽に合わせた表現を作ることができるので、それはそれでいいんですけど、やっぱり僕が、Vlog として一番推したいのはリアルで楽しんでいる自分なので、撮影をする目的でいくっていうよりかは自分がリアルに楽しむ目的なので、音楽をね先に決めちゃうとそれに合わせて旅をしなきゃいけなくなっちゃう時が多分もしかしたら少しあるかもしれないので、音楽は決めずに旅をして、そこで感じたもので、音源とこの映像がマッチするようなものを見つけて編集するっていう流れになっております。なので事前に決めることはせずに、例えば僕がおすすめするのは海外で撮影して帰ってる飛行機の中で、音源を見つけたりとか、あと帰ってきてすぐにね、自分の音源を、アートリストとかエピデミックサウンドとかいっぱいあると思うので、そこで見つける、方法となっております。はい。で、あとは僕の場合はね、結構フューチャーベースとか、チルポップとか、チルベースかなとか、そういったテイストの音楽がすごく好きなので、自分でね、そういった著作権フリーのサイトをいくつか見ながら、マッチするような音源をいつも探しております。で、一つの Vlog で使う音楽っていうのは基本的3曲から5曲ぐらいで、音楽の展開がたくさんあればあるほど見てる人を飽きさせないので、なるべく多くの音源でかっこいいものを選ぶようにしてください。で、次撮影の時ね、撮影の時に結構意識する部分もあるので、そこを皆さんとご一緒に、ご説明できたらなと思っております。これ今ね、プレミアプロの画面で、こんな感じでいつも僕は編集しております。この動画は一応9分半なので結構長い構成となっております。一番最初にシネマティックな表現を入れて、後半から僕が実際にこの使用したカメラのレビューを行うっていう構成になってるんですけど、ここの中盤の Vlog の部分をご説明したいと思います。はい。まずここはいいとして、こんな感じね。RX0、RX100 マーク7ですね。これの PR をさせていただいて、実際に始めます。はい、まずこちらですね。
こちらどういった感じでつなげてるかって言いますと、もちろんこのシーン、この飛行機の中のシーンとこの電車のシーンねを事前に頭の中でイメージして、ここ飛行機で切ったから次新幹線でここ切ってつなげようって思っていません。本当に撮影の段階で常にそういったトランジションとなるようなカメラの動きをね随時してるので、こういった編集でも結びつくことができます。この場合だと飛行機の窓からこの窓の縁にね切るような形で作り、その後に、新幹線でたまたま柱がね、いい感じで切ってくれたので、編集中にそれを見て、こことここつながるんじゃないかと思ってそれをつなげる感じです。で、常にやっぱりそういった、カメラアングルをイメージしていないと、やっぱりつなげたい時にこっちのつなげた後の素材がないってことが多いんですね。なので一番最初のカメラスタートは下から上からこう始めたりとか、こういったことを常にやってることによって綺麗につながることが多々あるので、毎回撮影する時に意識するのは、どの、カットでもつなげられるようなカメラワークをしようということですね。結構本当それも難しいんですけど、たくさんそういった撮影をして編集することによってどんどん綺麗につなげることができるようになってくるので、まずはたくさん撮影して編集するってことが一番のおすすめとなっております。ざっくりといきたいと思います。ここですね。まずは飛行機からソウルステーションに着いた。でそこからホテルに向かうっていうシーンですね。もうその移動中も全部撮ってました。こちら、はい、これも同じですね。こうやって、車乗ってるところをカメラを振ると、でボケて何も見えなくなるんですね。でその後に実際に僕がホテルでチェックインしてる。でこの手のこの振りでいい感じに画面が暗くなったので、ここの車のシーンとこのホテルのチェックインのシーンっていうのは結びつくと思って追加しております。もちろんこちら見ていただければ分かるんですけど、トランジション何も使ってないんですよね。で理想的なシネマティックな動画のつなげはトランジションとかエフェクトを使わなくても綺麗につながることが本当に理想のシネマティックな動画表現となっております。なのでこのような流れが理想で、カメラを切って完全に暗くなる。でまた暗い部分から始まる。で目で見た時に違和感が何もないんですよね。はい、こういった感じとなっております。こういったつなげをたくさんつなげることによってかなりかっこいい表現になるんじゃないかなとは個人的には思っております。はい、これもね本当に僕、2年半とか3年ぐらいずっと動画を編集してきて、やっとこういった編集ができるようになったので、まずはやっぱり撮影して編集するっていう流れをたくさんこなしてください。Words are fading away so easily. Looking at you, looking at me. Words we never said dancing in my head. And the more I think, the more I'm left with. でここで音楽がまた変わるんですよね。で音楽の合わせってすごく大事で、例えばここ僕 Day1 なんですよね、ここまで。このドゥンで、全く音楽の曲調がまたサビに戻るというか、ガラッと変わるんですよね。聴いていただければ分かると思います。この部分で音楽に合わせて Day2 に行くと、音楽も展開変わるし、映像も Day1 から Day2 に変わるっていう、そういった、見えやすい違いが生まれるので、動画のね緩急がついて見てる人を飽きさせずに、こういった表現につながります。これも音楽に合わせます。でこれたまたまお金を入れるときね音が鳴ったので、それとサビのテンポが本当に一緒だったんですよね、聞いたときに。なので、音楽は消さずにそのまま、サビと合わせてテンポよくコインが入る音ね、こんな感じ。で僕の動画を見ていただければ分かるんですけど、全て音に合ってるんですよね。でこの1分10秒ぐらいまでは、シネマティックな表現でつなげております。でなんでこれ一番最初にかっこいいシーンをいっぱいつなげるかって言いますと、2つぐらい理由がありまして、まず1つ目は冒頭にかっこいいシーンが全て集まっていると、その動画を切り取って SNS に告知用として出すことができるんですよね。
例えばストーリーであれば15秒ですし、Twitter とかね140秒とかだっけな、あると思うんですけど、それを凝縮してシネマティックなものを出すことによって SNS ね、Twitter とか Instagram でも、いい告知となりますし、YouTube で見てくれる人ってのも最初でかっこいいと視聴者を引きつけるというか、そのまま、一番最初に握ることによって、最後まで動画を見ていただく可能性が高くなるので、一番最初にかっこいいものをつなげております。はい、今も2つ言ったかな。 SNS 告知用と視聴者がしっかりと見てくれるような対応をする。はい、でそこから実際に僕のパーソナルの部分ね、撮影してる人のパーソナルの部分を出すことによって、なんか共感じゃないですけど、視聴者もね楽しんで旅が行きたくなるようなコンテンツになるのかなと思って、こういった Vlog を作っております。はい、でここでご飯を食べて、ご飯食べ終わったらここはちょっと演出入れてます。ちょっと PC で図書館探してかっこいいこういうベラベラベラスムーズトランジション、これチュートリアルしっかり見てくださいね。はい、こういう感じでつながってます。で見ていただければ分かるんですけど、これ難しいつなげエフェクトとか全部入ってないんですよね。全部カメラワークで、先ほどお伝えしたカメラワークでつなげるものだったりとか、つながんないものに関してはこういった感じでフィルムリゾルブを使う。本当にスムーズトランジション見ていただければ分かるんですけど、動画と動画が綺麗につながらない場合はフィルムトランジションでちょっと若干つなげましょうっていうことですね。であとは Vlog は時系列順となっております。こういったカメラの説明したりとか、あとはその通り時系列順にシネマティックな演出をする、そういった感じとなっております。でちょっと Vlog でも意識しているものがありまして、はい、ここですね。ここ見ていただければ分かります。シネマティックなカットをこうやってつなげるのは分かると思うんですけど、自分のことを映して Vlog してる時に、どういったつなげを意識するかによって全体の雰囲気も変わってきます。こちら、めちゃくちゃ、サムギョプサル食べたいって言ってやってるんですけど、行ってきますって言って自分の T シャツで黒にしてるんですよね、一回。で自分の自撮りから黒、自分の服に当てることによって、そこから次黒のシーンでつなげることができるんですね。この場合は車ですね。車の黒とサムギョプサル食べたいと思います。こういった感じで、この自分がこうやってじゃあサムギョプサル食べに行きたいと思いますって言ってバッチリ切って、次サムギョプサル食べてるシーンにつなげるのもいいんですけど、やっぱり構成が一気に切れてしまう印象があるので、しっかりそういった動画のつなげを意識して少しこういった感じで、撮影技法をね、使うことによってサムギョプサルの途中のバスだったりで実際に食べる、でこういった動線を作ることができます。はい、実際に旅を楽しんで撮影してるとは言ってるんですけど、ジャストアイデアでこういった演出したら面白いんじゃないかっていうのはやっぱり撮影で言ってるので、そういったことはちょっと意識しながらつなげたりとか、こうやってつなげたりとか、今回ねハンディカムというかコンデジで撮影したのでこういった感じになってるんですけど、それを意識することによってよりかっこいい、シネマティックな Vlog 表現に近づくんじゃないかなと思っております。はい、本当に皆さんが思ってる以上に僕はシンプルに動画編集をしてるので、シンプルな構成が、次のね応用にもつながると思うので、まず皆さんに僕がお伝えしたいのは、たくさん撮影してたくさん編集することをお勧めします。やっぱりその SNS で発信するってなると、やっぱり自分が一番満足のいくコンテンツまで作って、それで発信して、満足ではなくて、ちょっとレベルが低いと思った動画でも、SNS 発信だったりとか、まずはたくさん作ってみて、それを発信することによって本当に1回制作して、でちょっと悪いとこを見直してインプットして次の撮影する、この繰り返しすることによってインプットとアウトプットが常に繰り返されるので、動画の、クオリティのねレベルが格段に上がるので、こういったことを意識して、皆さんも制作していただければなと思っております。はい、そんな感じでちょっと久しぶりのチュートリアル、結構がっつり僕の、Vlog についてねご説明させていただいたんですけど、感想等ある方はコメントいただければなと思っております。はい、そんな感じで本日の動画も以上となります。本日はどうもありがとうございました。